皆さんこんにちは。えっちゃりんこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回私は先月オープンしたばかりの JR 仙巌園駅で下車し、国の重要文化財でユネスコの世界文化遺産の構成資産にもなっている異人館を訪ねます。最後までどうぞお楽しみください。一つ前の駅、鹿児島駅から約3分、あっという間に到着です。目の前には錦江湾の海、そして桜島と最高のロケーションです。無人駅ですが、景色を眺めながら帰りの電車を待つのも気持ちよさそうですね。人気の観光スポット仙巌園は目の前にあります。前回の動画で紹介していますので、よろしければご覧くださいね。近くには薩摩切子の展示販売をする磯工芸館、奥には見学できる工房もあります。そしてお隣にはスターバックスコーヒー、1904年に建てられた島津家の金山工業事務所を移築したものです。見どころの多いエリアですが、今日は異人館に絞って行ってみましょう。入館料は200円。鹿児島市が管理しています。仙巌園と比べるとお客さんはほとんどいなくて静かです。正式な名前は旧鹿児島紡績所技師館。世界文化遺産、明治日本の産業革命遺産の構成資産になっています。島津家29代当主の忠義の時代、1867年に建てられました。日本初の洋式紡績工場を作る際に招いた7人のイギリス人技師たちが住んでいました。1代前の28代当主島津斉彬は近代国家の道筋を作りました。日本で最初の近代工場群を中心に展開された集成館事業が有名です。斉彬は紡績業にも力を注ぎ、水車で機織り機を動かして洋式帆船用の帆布を作らせました。それまでは大阪から布を仕入れていたものを藩内で自給できる体制を整えたのです。斉彬の死後、薩英戦争で集成館は消失しましたが、29代忠義はイギリスとの関係を改善し、1865年には留学生や施設を派遣しました。5代友厚らが紡績機械の購入や技師派遣の交渉をしました。5代らは紡績機械一式をプラットブラザーズ社に発注。機械類の設置組み立てから自前で操業できるまでの準備と指導を要請しました。そして1867年には操業を開始し、工場とこの技師館が誕生しています。鹿児島紡績所の内部では、綿を打ったり、糸を紡いだり、布を織ったりと全工程を行いました。機械が130台近くあったそうです。それらを動かしたのが大きな蒸気機関です。同時代に使われていた紡績用の蒸気機関はマンチェスターに今も残っているそうです。さて、この異人館の歴史ですが、技師らはたったの1年で仕事を終えてイギリスに帰国してしまいました。その後は明治天皇が行幸の際、休憩所として利用され、西南戦争の際は仮病院にもなりました。一度鶴丸城跡に移築されましたが、その際は学校施設として利用されました。その後また現在の場所に戻されましたが、終戦後は GHQ のキャバレーとして使用された時代もあります。そして1951年に鹿児島市の所有となりました。
偉人館の後はカフェで休憩したいと思います。磯海水浴場のビーチハウスを改装してできたグッドフェローズコーヒー。 JR 仙岩園駅の開業に合わせて誕生したカフェです。パンケーキも美味しそうだけど、私はホットドッグにしようかな。スイーツもいろいろあって美味しそうですね。ではでは、今日はこの辺で。またね。